皆さんこんにちは。今週末はロンドンは土曜日は少しだけ午前中だけ天気良かったんですけど、割と曇りがちです。今日はハマースミスっていうところにある、家からそんな歩いて行ける徒歩圏内でジャパニーズガーデンっていうものがあったので、そこに初めて来てみました。ホーランドパークにもジャパニーズガーデンってあって何回か行ったことあるんですけれども、ハマースミスパークっていうところ初めて来ました。はい、お楽しみください。1900年代初頭にホワイトシティは140エーカーの土地に巨大展示場として作られました。展示場は最初に1908年にフランスとイギリスの展示会場として利用されました。展示場は鉄とコンクリートで建造され、白色にペイントされました。この白色がホワイトシティのホワイトの名前の語源です。その後、1908年のオリンピックに向けてスタジアムが建設されました。1910年にメジャーの展示会が1902年から1923年に結ばれたアングロ・ジャパニーズ・アライアンスを祝う目的で日本政府のバックアップのもと開催されました。この展示会のために設立された2つの公園は日本人とイギリス人両方の労働力を使い、日本から搬入された素材で作り上げられました。Garden of Peace は長い池とその水際に立つ巨大な茶室が見せどころだったそうです。その一方で Garden of the Floating Isle は急な丘のある島を囲う円弧状の堀が見せどころだったそうです。イギリス日本展は1910年5月14日から10月29日にかけて開催され、800万人の人が訪れました。当時はイギリスから国外に旅行に行く人はとても稀だったそうです。日本の庭園において花を持つ植物というのはとても大切に扱われていると説明をされていました。特にもみじは秋に、桜は春に美しい彩りを与えてくれるそうです。この公園にも桜がちゃんと植えられていました。100周年を祝うために2010年には公園の使用者のために、またより日本のスタイルを取り込むことを目的に公園は改修されました。特に改修が加えられた箇所はメインエントランスのすぐ右横にある石庭です。子供が遊べる砂場と日本特有の文化の石庭の大きな岩を組み合わせたおしゃれな砂場です。
ても崇拝された植物と紹介されています。松は育てることや刈ることが比較的簡単で、年老いるということを効果的に表現できると説明されていました。また2018年にはより日本らしい要素を取り入れようということで、入り口と裏口に日本の灯籠を設置したそうです。こんなに日本とイギリスの文化をつなぐような公園がロンドンの中心地にあったなんて全然知りませんでした。しかもそれが元オリンピックの跡地だったんですね。今日はご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。それでは。